どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、今はもう手に入らない幻の露材があるって知ってますか？自分が勝手に幻って言ってるだけなんですが、実際に現在手に入らない露材があるんです。というわけで今回は、そんなもう手に入らない露材と同じだと思われている露材を購入してきたので、徹底的にレビューしていきます。購入した人の情報など全くない未知な存在なので、今回の動画で全て丸裸にしていきます。それでは早速紹介していこうと思うんですが、まず最初に幻の露材とは何ぞやというところからお話ししていきます。その先ほどから言っている幻の露材とは何なのかというと、藤のスパイラルという露材です。こちらは自分が常に推している露材であるキャビティの前身的存在である原点にして頂点の露材です。2年前くらいにもレビュー動画をアップしているので、気になった方はそちらの動画も見てやってください。先にお伝えしておくと、スパイラル露材とはランダムに形成されたひだがろ過層内で乱流を起こし、目詰まりがしにくく、なおかつほぼ大半の露材の表面に水流を当てることが可能になっています。また軽くて取り回しもしやすく、物理ろ過と生物ろ過両方を兼ね備えている個人的最強露材です。スパイラル露材に関して詳しく知りたい方は、自分の藤のスパイラル、キャビティ、ミューロ A のレビュー動画をご覧ください。そんな素晴らしい露材であるスパイラル露材の中でも、この藤のスパイラルは自分が一番性能が高いと思っている製品で、コスパを度外視すればこれを真っ先に推します。それもそのはず、他のスパイラル露材であるキャビティやミューロ A に比べてひだの数が多く、表面がザラザラしているためバクテリアも定着しやすいです。通常スパイラル露材は性質上生物ろ過が立ち上がるのが遅いのですが、表面をザラザラにすることで定着率と速度を上げています。最近だとキャビティプロという製品が表面をザラザラに改良したんですけど、総合的に見ても性能は藤のスパイラルが上な気がします。ただそんな藤のスパイラル、実は現在ネットで購入することができず、製造しているのかもわからない状態になっています。一応藤のスパイラルで検索するとサイトがヒットするんですが、ネットで購入するというリンクからも飛べないし、以前販売していた楽天やアマゾンでも全く検索に引っかかりません。2年前に藤のスパイラルを紹介した動画でもお話ししていたんですが、その頃にはすでに入手困難になっていたと思われます。サイト内のお知らせでは、平成23年に開発者の方が他界され、以降は開発者に技術指導を受けた方が経営する会社から直接仕入れをしていたようです。この時点で何やら複雑にはなっているんですが、このサイトで購入したもの以外で藤のスパイラルの名で販売されているものは商標権侵害商品であり模造品だと書いてあります。形をちょっと真似しただけじゃ藤のスパイラル独特の形状は再現できないということだそうです。個人的にもキャビティと比較しても品質は藤のスパイラルの方が高いと思いますし、ひだの密生具合についてもこちらの方が勝っていると思います。ただ買えないんですよ。それが唯一の問題であり最大の問題であるわけです。そんな現在は入手困難な藤のスパイラルに代わる露材を今回はお見せします。ちなみに藤のスパイラルに関して情報を知っている方がいればコメント欄で教えていただけると幸いです。というわけで前情報をざっくりお伝えしたところで、今回紹介する露材をお見せしていきます。それがこちら、ラボスパイラル。価格は1リットル1485円。こちらは藤のスパイラルの特許技術を使用して作られた露材です。製品説明には、ラボスパイラルは独特の螺旋形状をしており、この独特の形状により際立った生物ろ過、物理ろ過性能を期待できます。独特の形状のため、通常の露材より水との接触面積が向上しており、高いバクテリア定着面積を誇ります。その結果、高い生物ろ過能力が期待できます。と記載されています。最安で売られている Yahoo ショッピング内の説明欄には、藤のスパイラル同等品とまで書かれているため、これはまごうことなき藤のスパイラルなのではないでしょうか。
おまけに1リットル1483円と他のスパイラル露剤と同じくらいの価格帯で売られているのは好印象。しかしこれには罠があり、送料がかかるためトータルは1リットル2000円超えます。なので自分は5リットル入りのものを購入して1リットルあたりの単価を下げました。5リットルで買うと1リットル1386円になるため、送料分を加算してもだいたい1500から1600円程度になる計算です。ちなみにこのラボスパイラルを購入できるサイトは2つあるんですが、絶対 Yahoo ショッピングで買う方がいいです。こっちの方が安いですし、Yahoo ショッピングはしょっちゅう1000円オフクーポンとかばらまいてるんでおすすめ。かくいう自分もクーポンを利用し1500円引きで買いました。実質1リットル1200円くらいで買った計算です。安い。それでは実際に開封してみて詳しく見ていきましょう。開けてみるとこんな感じで、ほぼ同じ形状の露剤が出てきました。どうやらこのラボスパイラルは他のスパイラル露剤に比べてひだの形状は一個一個ランダムではなく、ほとんど同じように設計されているようです。そして形はこんな感じで、丸というよりは円柱状になっています。3層に分かれたひだが同じ間隔で連なっているという感じですね。表面に関してはこんな感じで若干ザラザラしています。ここら辺はしっかり藤のスパイラルを踏襲しているようです。そんな感じで見ていきましたが、質感や色など特徴は確かに藤のスパイラルに酷似しています。サイト内の商品画像を見ても全く同じもののように見えることも確かです。というわけで実際に藤のスパイラルと比較してみて違いを見ていきましょう。そもそも藤のスパイラル同等品と謳っている時点でそこまでの相違はないと思うんですが、どうでしょうか。まずは本家藤のスパイラルを見てみます。先ほどのラボスパイラルに比べて形状が一つ一つ違い、ひだの数も多いように感じますね。藤のスパイラルも丸という感じではなく、一つ一つの形が微妙に違ういびつな感じになっています。こういった個体ごとにランダムに作られたひだの形状が先ほどお話ししたランダムな水流を生むのではないかと自分は考えています。それでは先ほどのラボスパイラルと並べてみましょう。全然違いますね。視聴者の皆さんも薄々感じてはいたと思いますが、正直全然違います。確かに灰色で表面の形状は似ていますが、形も似てなければひだの大きさや数も似ていません。明らかに大きさに占めるひだの割合が藤のスパイラルの方が多いです。おまけにラボスパイラルの方は露材の厚みがあり結構硬いんですよね。正直こういったプラスチック製の露材は厚みって全く必要なくて、薄ければ薄いほどいいと思ってます。さすがに薄すぎると耐久性は落ちますが、そもそもスパイラル露材は軽いため破損につながるような事象は起きにくいんです。生物ろ過の要であるバクテリアは露材の表面にコロニーを形成するため、いくら厚みがあったところで無意味です。多孔質露材は別ですけどね。この厚みが露材溶石に占める表面積の割合イコールひだを少なくしているんだと思います。購入時からさすがに全く同じものではないとは思っていましたが、こうやって並べてみると全く別物の露材といって差し支えないです。いくら特許技術を使っているといっても、本家藤のスパイラルに寄せられるのはこれが限界だったようですね。ちなみにこのひだが少ない問題ですが、見方によっては通水性がアップするのでプラスに捉えられるかもしれません。ただ生物ろ過能力は落ちると思います。最後に他のスパイラル露材とも比較していきましょう。まずはキャビティプロ。こうやって見るとひだの数は同じように見えますね。ただキャビティプロの方がひだにランダム性があり、不規則な水流を生み出してくれそう感はあります。表面のザラザラ加工に関してもキャビティプロの方が目視でわかるほどにザラザラしているので、表面積的には負けてるのではないでしょうか。そしてスタンダードなキャビティ、こちらもプロとはほとんど変わりないので同じといった印象です。表面はツルツルしているのでラボスパイラルの方がバクテリアの定着速度は高いと思います。
というわけで、富士のスパイラルの同等品と謳われているラボスパイラルを見ていったんですが、正直微妙ですね。少なくとも富士のスパイラルの同等品としては扱えないというのが個人的見解です。そもそもスパイラル露材のいいところって、ランダム性のある水流によって起こる乱流で、目詰まりを起こさず、なおかつほとんどの露材表面に水流を当てることができるところだと思うんですよね。それをすべて同じ規格に揃えてしまったら、多少なりともランダム性は落ちるのではないでしょうか。まあ、ろ過層内に詰める段階で、いろんな角度で入るから、形状が同じでも問題ないのかもしれませんけど。ただ、個人的に一番気になったのは、ひだの数がでかさに比例していないところですね。3列にひだが並んでいるため、他のスパイラル露材に比べて 1.5 倍くらいの大きさがありますし、効率的に空間を使えてません。他の露材はランダムにひだが形成されているからこそ、他のひだの隙間にひだが入り込んでいる形状になっているため、空間に無駄がないです。ただ、ひだの列を横に並べているのとはわけが違うわけですね。というわけで総評は、富士のスパイラルの同等品ではないけど、まあ価格相応なスパイラル露材です。いろいろ言いましたが、ろ過能力に関しては定量的な測定はできませんし、富士のスパイラルより劣っているとは断言できません。少なくとも全く違うものではあるんですが、そこが単純な優劣になるわけではないということですね。ただ自分が懸念している事項としては、ひだの数が少ないところ、個体差が全くなく均一なところ、露材自体が分厚いところ、空間をうまく使えておらず無駄が多いところです。やたらめったらひだが多ければいいというわけではありませんが、やはりここら辺は表面積至上主義の露材界隈ではあまり歓迎されない特徴です。とりあえず5リットルも買ってしまったんで順次使っていこうとは思いますが、あまりにも性能差があるなぁと感じた場合は使用をやめるかもしれません。まあ1リットル1200円くらいで買えたと思ったら妥当な気がするので、そこまで酷評するほどでもないですね。皆さんも気になったら購入してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。